どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。Amazon タイムセール祭り始まりましたので、おすすめ商品をドドドドンと、プル製品から生活雑貨、食料品までですね、紹介していきたいと思います。早速なんですけど、このポイントアップキャンペーンですね、最大 10% 還元、4日までですね、日曜までなんですけど、キャンペーンにエントリーだけこれしておいてください。で、プライム会員ですね、これ概要欄に入れときますけど、もし入ってない方いたら、概要欄からチェックしてみてください。1000ポイントもらえます。で、マスターカード、これもね、結構ポイントもらえるんで、今回ですね、なんと食料とか飲料、お酒、これなんかどうやらね、人によって違うみたいなんですけど、大体食料飲料かお酒対象になると思うので、プラス 5.5% になるんで、これもね、後ほど紹介いたしますので、ぜひチェックしてみてください。で、Apple 製品に関しては、事前セールからね、セールしてたので、ここら辺の動画で、かなり解説してますので、こっちを見てもらえばと思います。ただ今回、前回もね、紹介してない商品も紹介していくので、Amazon フロントっていうところで全部まとめてますので、一覧で見たいよって方はですね、ぜひこちらからチェックしてもらえばなと思います。すぐ行きましょう。まず、Apple 製品関連なんですけど、Beats Studio Buds ございます。廉価版のね、AirPods Pro みたいな感じでノイキャンと、外ボン取り込みとか全部入ってるので、これ安いんじゃないかなと。24% オフ。だいたいいつもね、2万ぐらいなのかな、でもね。カラーによってね、変わるんですけども、これ結構おすすめです。はい、もうどんどんいきます。Beats Studioプロもね、3万円台まで来ました。こちらも、いわゆる廉価版のね、Apple のヘッドホンですね。AirPods Max を言ってもいいんじゃないかなと、正直思います。Apple 製品との連携もいいですし、音もね、AirPods みたいな感じです。ノイキャンとか、外部取り込みモードとか、空間オーディオも対応してるので、廉価版 AirPods Max かなっていう、非常に使いやすいかなと思う。今回この14 プラスがですね、128GB、整備済み品なんですけど、イエローがね、10万円ぐらい。これぐらいだったらプラスね、なんじゃないかなと思います。他はあんまりなかったんですけど、確か。1万円だったらいいかな。大きいね、画面が欲しいっていう方であれば、バッテリーもすごいいいんで、14プラス。15プラス、あと今多分14万ぐらいするのかなになってくると思うので、これぐらいだったらいいかなと思いますね。イエローが好きであれば。普通にね、ただ 128GB、ブルーも10万円少しぐらいなら、これぐらいだったらありかなと思うかな。プラスを選びたいんであればっていうところですけども、やっぱりね、軽くてバッテリー持ちがいいっていうのがかなりメリットかなと思います。大きい画面がいい方。使い選んだ、まだ残ってるのはこのシリーズ8のステンレス。このミラネーズループっていうおしゃれなバンドがついてるんですけど、これ結構おすすめかなと思いますね。この価格で新品なかなかいいかなと。で、あと普通のこのスポーツバンドのタイプもあります。これは確かね、最安値だったと思いますね。意外とね、あんまりこれ安くなんなくて、スポーツバンドでもいいよってことで、僕はさっきのミラネーズループのおすすめなんですけど、高級感で言えば、これも手軽で使いやすいかなと思います。あとね、このナッシングのやつが初めてかな、安くなってて、廉価版な感じではあるんですけど、普通に使う分には十分で、おしゃれなんだよね。そして。で、バンドも普通のね、時計の機構と同じなので、使えます、普通にバンド。このメタリックグレーの方を持ってるんですけど、バンド変えれるので、ブラック確かね、ちょっと売り切れちゃったみたいなんですけど、とかもある。で、エアタグもですね、4万じゃないと4200円になってます。4個入りが割とお得ではあるんですが、1個でも今買いやすくなってます。4800円ぐらいかな、定価はになってますので、iPhone で鍵とか探せる、位置情報が探せるものになります。これはめっちゃ便利。これ Mac に関しては、これね、事前セールの時なかったんですけど、16インチ、MacBook Pro 16インチの M1 Pro ですね。のメモリ16と、ストレージが512が2万円台まで来てるので、これぐらいだったら結構ね、ありかなと思います。で、1テラがね、25万ぐらい。であるので、これだったらM3 ぐらいのね、今価格で買えるのでありかなと思います。しかも16インチだし。Max はこれぐらい出すんだったらM3 Pro とか買った方がいいかなと思うんで、ここら辺が結構狙い目なんじゃないかなと思いますね、16インチ。これガジェット類なんですけど、アンカーの、これ USB-C ケーブル。これはね、脳死でポチってもいいぐらい絡まないシリコン製で、これがついてる。この収納のやつがついてるんで、これがね、めっちゃ便利なんですよ。もう一個僕買ってもいいかなって思うぐらいですけど、僕も持ってるんですけど、321のマグゴーバッテリー、5000mAh のマグセーフでカチッとね、くっつけて充電できるタイプになります。ケーブルこれなしでくっつけるだけで使えるので、割とシンプルで使いやすい感じかな。CIO のね、柔らかいシリコンケーブルもあります。で、これ液晶ディスプレイついてて、充電のスピードがね、ここで見れるので、1個ぐらいこれ持っておいてもいいかなと思います。これ僕も1個持ってるんですけど、割とちゃんと測ってくれるんで、65W ぐらい出てるかなとか、LG とかもあるかな。で、あとこのモフトのスマホスタンドもですね、セールで安くなっておりました。これスタンドにもなって、
て、カードも使えるっていう縦置き横置きもいけるんで、マグネットがね強くなりました。今回強化版です。ちょっとマグネットが弱かったっていうのがあって、前のやつが。はい。インジモルの iPhone ケースも1200円。これはね安い。めちゃくちゃ安い。なんか2つ以上買うとなぜか 5% 割引はよくわかんないけど、で iPhone 12から15までかなりあるので、薄くて磁力強くてコスパ最強のやつです。これ正直。耐久力はそれなりって感じ。その代わりね、薄さを求めたい、裸感覚で使いたい方はこれめちゃくちゃおすすめです。スマホリングね、なんかちょっと値上げしたけど、200円クーポンが10% オフクーポンもあるのか、横なんか2個使えるのかな、これわかんないけど、僕が今一押ししてるやつでもう200個ぐらいいってる。これはね360度回ってカチカチね音が鳴るめちゃくちゃいいリングなので、これは一旦買ってみてください。スマホリング。ベルキンのこのマグセーフ充電器も 10% オフでお求めやすくなってるかなと思います。アップルで使われてるブランド。この充電器系なんですけども、ユーグリーンのね 3-in-1 が15000円で、これ 15W 対応で、アップルウォッチはね高速充電は入ってないけど、ベルキンとか以外の選択肢、このおしゃれな感じはなかなかねあんまりないので、ちょっと変わった形しててねいいかなと思いました。なかなか良さそうと言いつつ、金のもし Apple Watch も高速充電したいんだったらこっちがいいかもしれないです。15000円ね、これ結構安くなってるかなと思います。 15W 高速充電と、 Apple Watch もねシリーズ7以降はですね高速充電対応しているので、78ウルトラかな、はい、シリーズ9もですけど、かなりおすすめのやつ。あとこのローリーのね、これ僕も持ってるんですけど、ワイヤレス充電器。これもね、なかなか、モバイルバッテリーと充電スタンド一体型の、さらに進化バージョンの感じですかね。で、後ろにこれ Apple Watch もね、充電できるものがついてて、この持ち運んでも Apple Watch も充電できるし、スタンドもついてるみたいな。これもね、かなりコスパ良くなってます。少し高級感みたいなところ上がってるかなと。この値段かなりありかなと。で、ESR のね、据え置きのやつとか、これもねなかなかいいかなと思って、これ Apple Watch がね取り外せるんですよ、ここのところが。なんで Apple Watch を取り外して使いたいだけ、これだけ持っていきたいとかいう方はいいかなと思います。モバイルバッテリーではないけど、Mac とかこういう、充電器とか使えるかなと思います。で、持ち運びたいタイプ、この折りたたみのやつもね結構いいなと思ってまして、折りたたんでこれバッグがついてるんで、旅行とかにねすごいいいかなと思います。充電器になって、これも Apple Watch のところね取り外せるタイプになってるので、めちゃくちゃ使いやすいかなという気はする。ブラックもありますね。これローリーのね、これはでも USB-C だったかな、ライトニングかな、確かモバイルバッテリーなんですけども、そのまま挿して充電するタイプ。これもケーブルいらないんで、このタイプは個人的にはおすすめですね、結構ね。で Apple Watch も充電できるので、ケーブルなしでこのままこれだけ持っていけばいいんで、めっちゃ楽なんですよね。で僕が今使ってるのはこのアンカーのやつ、ホワイトだけど、こっちはUSB-C ですね。今 iPhone、15 シリーズ USB-C になったので、これで挿して、これもねコンパクト、充電速度結構速くて 22W なので、iPhone1 回分ぐらいいけるので、充電もそのままぶっ刺してケーブルいらないっていうのがねかなり気に入っております。あと軽いUSB-C なんで、他のなんていうかね、Android とかも使えるので、ここはいいかなと。あとCIO のねこのモバイルバッテリーかな、これね 20W 出るんだけど、で1万 mAh あるんですよね。結構大容量なんだけど、めっちゃちっちゃいんですよ。カードサイズぐらい。これはかなりねいいんじゃないかなと思っております。この小ささで1万 mAh かな、iPhone 何回いけるのか、2回ぐらいいけるので、これめっちゃありかなと思っています。短いケーブルとかと持ち運ぶ感じになるけど、あとこの薄いモバイルバッテリーもねかなり 108g なんで、これは軽いぞ、かなり 20W 出て、このスリム感がいいよね。そんなもん iPhone よりちっちゃいんだ、全然。30分で 50% 充電。大体1回分ぐらいかな、5000mAh。この小型さがねすごいいいですよね。ホワイトもなんか良さそうだし、これは売れそうだな。はい。ちょっと配送が伸びてますね。なんでCIO のスリム 45W かな、65W もあるんですけれども、これも薄型で、MacBook Air とかにすごいいいんじゃないかなと思います。Air と、iPhone とか iPad いけると思うんで、僕1個使ってますね。65W だけど、これねめちゃくちゃいいです。645、電源タップなんですけど、コンセントとこれねケーブルね内蔵してるんですよ。 USB-C ケーブル、こう巻き取り式みたいな感じなんで、使わない時にこうごちゃごちゃなんないんですごいいいです。これデスクに1個絶対置いといたらめちゃくちゃ便利になります。これは超いい。これとコミュニティ欄でもね紹介したエレコムの電源タップで、これ僕もねホワイトかな1個持ってるんですけど、これね磁石でねくっ
つくんですよ。机の横にとか、下とか僕昇降デスクにつけてるんですけど、ケーブル長くて10個口ついててめっちゃいいです。で、ワンタップで電源消せるのも結構気に入ってます。エコーショー5も安くなってましたね。20%。これもね、めちゃくちゃいいですね。スペックも上がって、あと音がね、すごいいいんで、全然スピーカーとして使えるレベル。もちろんアレクサとしても使えるし、その反応範囲もすごい広いので、割と遠目から話してもね、大丈夫。アンカーの HDMI スイッチかな。これね、めちゃくちゃ地味なんだけど便利なやつで、ケーブルを変えずに、ボタンを押したらこの画面を HDMI で変えれるの。PS5 と例えばスイッチとか。これね、地味すぎてね、めちゃくちゃ便利なんだ。この分配器っていうのかな。はい。で、4K60Hz まで対応してます。で、めっちゃ地味すぎて便利。結構売れてます。今、このモニターか、低系言ってんですけど、これね、買って使ってんですけど、なんかもうこれでいいかなって思っちゃった。27インチで、このベゼルとかね、画面の縁薄くて、十分綺麗ですね、正直ね。で、ベサマウント対応してるんで、モニターアームとかも付けれます。コスパがね、サブモニターとかでもいいかもしれないですね。値段がおかしい。はい。で、これモフトはもう、これは買ってください。パソコン持ってる方。これはもうね、スタンドは絶対使った方がいいです。これスタンドないともう使えないもん、本当に。斜めにするだけですごいはかどります。で、これマテックの、これモニターライトもね、こう安いなと思って、4000円ぐらいかな。僕も同じようなやつ使ってんですけど、手元でね、全部これ線なしで Bluetooth でカチッと押したら、点灯して、明るさ調節と色味も調節、白からちょっと白熱暖色みたいなのもできます。これね、十分にいいと思う。サンディスクの SSD ですね、外付け1テラで、15000円結構いいんじゃないかなと思いますね。これね、50MB/bps なんで、速いタイプなんで、動画とか写真とか、非常にいいかな。50g でめっちゃコンパクトなんで、これが買いだよねっていうやつですね。この容量増やすとかです。イヤホン系なんですが、これも CMF かな。ナッシングのやつがかなりコスパいいと言われてるやつで、価格にした音とかね、ノイキャンと外部音取り込みモードとか入ってます。このデザインがいいですよ。丸くて可愛いので、このコスパは爆発してるなっていう気はする、正直。これと僕もレビューしたエディファイアのネオバッツプロ2で、この1万円台で、おそらく音質は最強だと思う。で、ノイキャンも十分強い。ノイキャンとこの音質こだわりたい方もね、結構いいかなと思います。これレビュー動画あるんでちょっとね見ていただきたいんですけど、これはね、いい音質がめちゃくちゃいい。いいドライバーが乗ってるんですよね。ハイエンドのやつが。コスパで言うとやっぱこのイヤーファン AirPro 3はすごいいいと思います。完全に安い AirPods Pro みたいな感じですかね。音もね、十分良かったし、Android で使った方がさらにいいと思うんですけども、LE オーディオとかも対応予定になってます。ノイキャンもそれなりに強いので、これ爆発してるやつね。僕使ってるのはこの BOSE のやつなんですけども、これは2000円オフクーポンがあるんで、3万ちょっとぐらいで買えるので、結構ありかなと思います。ノイキャンとかはね、やっぱり一番、今のところいいかなと思いますね。音質もいいし、付け心地もね、いいんですよ。ちょっとごつく見えるんですけど、意外と耳にそんな負担はないので、これかなり重宝してます。ノイキャンが強いんで。サウンドコアスペース1かな。最近多いっすよね、このビーツじゃなくてサウンドコア。パッと見ビーツっぽいんですけど、俺ね、アンカーのサウンドコア。これもね、かなり、高級感あるというか、で、軽いんですよ。なので、この価格の質感じゃないので、ノイキャンも十分あるんで、コスパ爆発しております。家電系ですかね。ネスプレッソがね、いやーなんだかんだね、ホテル行った時やっぱりあったんですけど、これやっぱ便利ですよね。でコンパクトでね、ほんと場所取らないし、お湯も出せるんですよね。このまま別にカプセル入れなければ。30秒かな ?40 秒ぐらいで沸くので、お湯が。地味に。これで白湯飲むとかありです。前のモデル使ってたんですけど、よかった。これね、あとめっちゃ安いと思った。プラスマイナスゼロの空気清浄機。昔のモデルではあるんだけど、フェッパーフィルターかなついてて、このやっぱデザインがいいっすよね。アートみたいな感じで、確かに2万円ぐらいで売ってたんだよね。2万2000円ぐらいだったんだけど、半額みたいになってて、もうあんまりないんですけど、あとブルーは4個ぐらいあったかな。これはね、めっちゃ買いだと思います、正直。これから花粉の季節とかになると思うんで、これはちょっと買おうか今すげえ迷ってる。あとヤデヤのこのシャインプロですね。僕動画で紹介したやつになります。水拭きと全部掃除が一気にできるやつで、このねライトがついてるんですよね。でダイソンみたいな感じで、これでめちゃくちゃ楽です。掃除が。水拭き、そのガジェット感もいいし、ヤデヤっていう電動スクーターとかね、電動モビリティ作ってる会社が作ってるので、面白いですこれ。セグウェイみたいな感じ。セグウェイ感がすごい。ロボット掃除機、このスイッチボットのやつがコンパクトでね、これもレビューさせてもらったんですけど、すごいいいですね。ちっちゃくて、音もそんなに出なくて、高性能っていうか、全部ハイエンドなのとそんな変わんないものがコンパクトボディに入ってるので、これ日本向けに作られたやつなんですよ。サロニアのドライヤーは、これはやっぱりね、コスパ爆発してます。たまにこれサウナとか行ったらあるけど、十分このコンパクトおしゃれで、結
構ね、風強いっていうか、この価格だったら全然ね、いいと思います。シンプルでおしゃれです。まあ、サロニアやっぱこれは売れるよなっていう気がする。あとフロアライトね、おしゃれになりそうでいいかなと思ってチョイスしました。で、色も変えれるしね、シンプルだからこそこうちょっと間接照明でおしゃれになります。で、足でこうね、そのままスイッチオンオフできるんでいいよね。ホワイトもあります。使用品系かなこれ。マイコンフォート首ストレッチ首枕なんですけど、これはもう買ってください。これめちゃくちゃいいです。横になるだけでもうすんごいリラックスできる。首がビューン、スマホ首が楽になります。すごい。まあノニオはこれねやっぱよく売れるやつで、まあ安定なんで買ってください。あとフロスついてます。これと僕も買いだめしてますね、何個かね。ニールっていうのがこれヘアオイルですね。フルフラワーはねすごい香り良くて、これやっぱコスパいいなと思うんで結構持ちますよ。1年は言い過ぎか半年ぐらい持つかもしれないまあ使い方によりますけど、なんか寝癖とかもねすごいつきづらくなります。これを風呂上がりにつけて寝ると、もちろん髪のね、僕はやっぱサウナとか行くんで結構乾燥がしちゃうんでこれおすすめです。香りいろいろあるんですけど、クレイクリームシャンプーね、これもめちゃくちゃいいです。髪サラッサラになりますから、これヘッドスパです。クレイすごい泡立つタイプのシャンプーっていうかな、シャンプーではないんですけどヘッドスパです。これセルフヘッドスパできます。これで髪サラサラになる。すげえスッキリする。頭軽くなんだよねこれ。鼻セレブはまあ買っといていいかなと。これからね花粉の季節がやってまいりますので止め買いしといていいかなって気がするけどね。鼻セレブやっぱいいっすよね。鼻が潤う感じが。でこの水切りラックね、これはね導入してよかったです。本当にくるくる回せて、でこれねいいのは切れるんですよね。カットできるの。これカットできるんでサイズをハサミで切れるんですよね。これシンクの上に置いて結構ごちゃごちゃになりがちなんですけど、まあこんな感じで置いてスペースをね、シンプルに見せれるので、これはめちゃくちゃ良かったこれ今買おうかすげえ迷ってるスタイリッシュな、なんていうの、物干しハンガーみたいな、壁にこう置いて、区掛けのやつって結構スペース取るじゃないですか。けどこうシンプルにこう壁にゴンって置くだけでこう使えるので、スペースもそんな取らないし軽いし、不要な時はこう部屋干しにも使えそうですよね。収納にも困んないので、これねすごいいいなって思いました。タオル研究所、これいい加減買おうかな。ホテル仕様のこれなんかねすげえ売れてるよね。ふわふわなのかな、やっぱね。パンテクノロジーって書いてあるからおしゃれだからもういいかなっていう感じがする。ボリュームリッチはやっぱすごい吸水性がいい。カラーもねいっぱいあるので選びやすくて、であとこのループクワイエットね、これエアポッツプロとかつけて寝る時あるんですけど、たまに機内用とかはいいかもしれないですね。安眠したい方、ホテルとかね、そういうこうとかですごい良さそうな気がするよね。耳へのフィット感がいいと思うんで、ノイキャンのなんかイヤホンみたいな感じです。この価格なら結構いいんじゃないかなと。これ買ってよかったですね。段ボールカッターセラミック刃で、そんな危なくないって、普通にねこう手でやっても切れないんですよけど、段ボールとか切れる。で開閉式で、これ磁石でねくっつくんですよ。こんな感じで段ボール切るんですけど、磁石でくっつくんで、なんか冷蔵庫とかにバンって貼ってます。こういうのなんか置き場所困ったりする、なくしちゃったりするじゃないですか。それがいいなと思って、磁石でくっつくんでめっちゃいいです。これイージーハグか、イージーハング、これもなんかね地味にいいなと思ったんですけど、スーツケースの上にこのハンドルに貼るとこういう感じでバッグが滑れなくなるんで、滑っていくじゃないですか。これってね、これが地味にいいな。高いんだけどね、なんかいろいろ置けるのでここに重宝しそうだなと思って、これちょっと買おうかなと思ってます。であと食料品かな、今回対象にはなるので、松屋のもつ鍋セット、これ前ね結構売れてましたね。これセール時に買うのがおすすめかな。普段1万で、セールで安くなるんですけどね、56人前入ってるね、結構大容量かなと思います。普通にこれね美味しい。ザバスのこれミルクプロテインね、これは美味しいですよね。これなんかもうさプロテイン感ないんですよ。バナナジュースみたいな感じ、プロテインが取れるのでこれ美味しいんだよ。で今買うと160円ぐらいするんですよね、コンビニとかで買う。これはうまいんで、この餃子もねかなり大容量1個ぐらい入っててこの値段なんでめっちゃいいです。で半分黒餃子と本餃子っていうのがね入ってますので、味はね普通っちゃ普通かな。美味しいっちゃ美味しいけどね、本餃子とこの肉の旨味の黒餃子っていうのが入ってるので結構おすすめ。これ大容量で安いんで。パラダイスティーはこれ美味しいですね。やっぱ無糖で、これコンビニとかで売ってなくて、成城石井とか行かないとないんで90円安いですよね。なんかリフレッシュされる感じ、口ファーってなんかね広がります。これサンペレグリノも安くなってますね。77円。この炭酸ねいいっすよね。シュッと飲めるんでおしゃれなボトルで安いしな、普通にプロテインバーもナッツチョコですよね。地味に食べやすいというか、買うと200円ぐらいするんじゃないかな。でプロテイン入っててと間食にねいいかなと思います。 10g ぐらい確かね入ってますんで、もうタンパク質の量ばっか見てるんで、この牛飯、この乳酸菌入りっていうのが地味にねなんかお腹にねいい感じでシールド乳酸菌入ってるんですよ。こっちのタイプがおすすめ。美味しい気がするこっちが。そんな変わんないですけど、正直タイプはもうちょっと安かった
安かったりするんですけど、これはこれでいい。で、塩ラーメン。これもね、普通に買うと140円ぐらい。カップ麺やっぱ楽っすよね。まあ、袋麺もいいんですけど、たまにやっぱちょっとめんどくさい時はやっぱりこれいいんだよね。味噌はね、やっぱちょっと高いんだよな。そう、塩は美味しいんですよね。一番搾りのこの、やっぱ糖質ゼロね。これがなんか一番うまい気がする。なんだかんだ糖質ゼロの中で飲みやすくて。糖質ゼロならまあ飲んでいいだろうという感じですかね。結構売れてたな。あとまあお酒がね、今回対象なんで、あとまあこの角杯とかですね。角杯なんだかんだうまいっすよね、これね。169円か。やっぱ買うとね、高いんで。まあ濃いめもね、確かあった気がするな。濃いめもいいかな。濃いめが 9%。やっぱシンプルで美味しいですよね。このね、角杯ね。あと、おつまみビーフ。まあ、おつまみ系も、まあ、一緒に買ってもいいかなっていうか、うまそうだなと思って普通に。藤焼きってうまいっすよね、やっぱね。まあ、ナトリね、美味しいっすよね。ナトリのおつまみ。どうしても伝えたい思いって書いてあるわ。あと、まあ、生ビール、黒ラベル。これまあ安定のうまいやつ。爽やかさっていうか、飲みやすいっすよね、黒ラベルって。まあ、一番搾りも結構好きなんですけど、一番搾りはちょっとなんか甘い感じがする。はい。で、このクラッツね、僕も結構好きなんですけど、チキンの黒胡椒と枝豆ね、これね、結構うまいっす、実は。あとペッパーベーコンも美味しいんだけど、これめちゃくちゃいい。で、意外とカロリーそんな高くないっていうか、糖質オフで、変なスナック菓子食うよりはこっちの方がいい気がします。はい。詰め合わせですね。はい。あと、まあ、柿の種たっぷりピーナッツ。僕はやっぱピーナッツ派なんで、ちょっと柿の種も欲しいんでね。柿の種だけのやつもあるけど、いやー、ピーナッツでしょ、やっぱり。僕はね、なんか 15% クーポンがわかんないけどある。小分けがね、食いやすいんですよね、めっちゃ。でかいやつなかなか余っちゃうとね、湿気ちゃうんで、これいいかなと思います。感じで、この一覧のとこに全部まとめてありますので、これからまた食品もね、入れていきます。で、随時更新していきますので、こちらね、ぜひね、概要欄入れておきますので、チェックしてみてください。あと、まあこの Apple 製品に関しては、もっと他のやつ、全部こちらで解説してます。結構伸びましたね。あと、まあ Mac の選び方とか最近上げてますし、さっき言ったこのイヤホンとか、この掃除機のレビューはありますので、まあ気になる方はね、こっちから見てもらえばと思います。まあ iPhone の選び方とか、アクセサリー類もね、紹介してますので、ぜひチェックいただければと思います。この買ってよかったものとかかなりね、おすすめでございます。で、あとコミュニティ欄でも随時更新してるので、チャンネル登録してもらえたら見えるのかな。はい。まあ、新製品とかこう上げていってますので、チェックしてもらセールが始まるよとかいただければと思います。セール品とかね、まあ、アンケートとかもやってますので、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやーなかなかね、このシャオミのやつも良かった。結構いいのあるなと思った。頑張りましょう。こういうのありますね。散財ですね、散財。よいしょ。